去年に続き、今年も10万円給付を明言した政府に対し、7月給付手続き開始、めちゃくちゃ不満の声が上がっています。全国民10万円給付、特別定額給付金の2回目、7月給付手続き開始に不満の声ということで、給付金の最新情報についてお話したいというふうに思ってます。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金に関する新しい情報が出ましたら、すぐにこのように動画でお話しさせていただいておりますので、給付金の新しい情報が出たらすぐに知りたいという方、あるいは給付金の申請が始まったらすぐに申請して、できるだけ早く給付されたいと思っている方、あるいは給付を確実に完了させたいと思っていらっしゃる方は、ぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。新しい給付金の情報が出たらすぐに動画でお話しますので、新しい動画が出た時にチャンネル登録をしておいていただくと、すぐにご覧になっていただけるようになります。それでは早速いきたいと思います。まずこの特別定額給付金の2回目っていうのはまだあるかないかっていうのはもちろん分かってないんですけれども、この全国民10万円を給付するようなこの特別定額給付金の2回目の実現のシナリオということについて、動画で今までお話しさせていただいてきました。で、今日この7月給付手続き開始に不満の声、さあこれは何のことかと。10万円給付のことです。何の10万円給付のことですかと。何に不満の声ですかということなんですけども、こちらにある最近に給付された給付金の話です。その中で非課税世帯あるいは低所得世帯に対して去年に引き続いて今年新たに非課税低所得世帯になった世帯に対して10万円を給付しますというふうなことが政府から表明されました。これ一つ気をつけなければいけないのは、去年給付をされた世帯、非課税世帯の中で去年給付されましたという世帯に対しては今年も連続して給付されるというわけではないというところですね。ただ、この不満の声ということに関しては、一般的な世帯、この多くはそれ以外の課税をしている世帯ということになります。その世帯に対しての給付というものが今のところないといったような状況になっていますと。それに対してめちゃくちゃ不満の声が上がっているということですね。この去年、非課税世帯に対して1世帯、分けて合計3万円と7万円の合計10万円だったところもあります。一括で10万円給付されたところもあると思いますが、この非課税、つまり税金が課されない世帯に対してなぜ給付をされて我々は給付をされないんだというお声、そういう不満の声というのがめちゃくちゃありました。今年も新たに非課税世帯になった世帯に対して10万円が給付されますということが政府から表明されたことによって、その声が再燃してきたということですね。やはり課税をされない世帯、税金を納めない世帯が給付をされて、税金を納めている我々の世帯が給付をされないということについて不満だという声が上がっていますということですね。逆に去年もありましたが、税金を納められないぐらい非常に苦しい世帯なので、そこについては給付金を上げるという形でいいじゃないかというお声もたくさんあります。ただ、この非課税世帯とは逆に課税されている世帯に対しての給付というのはしばらくないという状況なので、不満の声がめちゃくちゃ上がっているといったような状況です。ただ、この給付金というのはやっぱり繰り返しあります。この、例えばコロナ禍にあったこういった1人10万円ですね、給付といったこれごめんなさい1万円になってますね。1人10万円給付のような給付金ですとか、あるいはその前の給付金というものもありますし、この非課税世帯に対しての給付金もそうですが、この給付金っていうのは繰り返しあるような形になります。さらには岸田首相が昨日ですね、新たなこの
総合対策についても、なんなら、やらないということではないということを、言っていますと。なので、新たな給付金とか、あるいは減税に対しても、意欲を示したというところがあります。給付金なのか、あるいは減税なのかということもありますが、給付金はとにかく繰り返しあるという形になりますので、今後、給付金というのはどこかで必ず出てきてはするだろうということが予想されます。とにかく閣議決定すると具体化するということがありますので、先ほど最初に言いましたように、この給付金、新しい情報が出ましたらまた動画でお話しさせていただきたいというふうに思っています。とにかく給付金は繰り返しあります。こういった非課税世帯、あるいは課税している世帯ということで、少し内容が分かれたりもしますが、いずれにしても給付金というのは繰り返しあります。減税もこの6月に始まりましたということで、繰り返しあるというのが給付金、あるいは減税ということになりますので、また新たな情報が出たらお話しさせていただきたいと思います。で、ここまでが、今日の最新のこの給付金に関する新しい情報についてです。で、ここからは、今後、実現する可能性があるであろう給付金のこのシナリオ、あるいは減税のシナリオについて、いくつかのパターンでお話しさせていただきたいと思います。この6月に岸田首相が解散をする、あるいはしない、もうしないんじゃないかというふうにも言われています。解散しようが、解散しまいが、それはもうどっちでもよくて、とにかく給付金があるかないかというところが大切です。減税があるかないか、ここが重要です。なので、その給付金、あるいは減税、それぞれのパターンでどのような場合、どのようなシナリオがあるかということについてお話しさせていただきたいというふうに思います。で、ここ最近に、急に言われるようになってきた給付金に近いものがあります。何か。それはベーシックインカムです。ベーシックインカム。何かということです。いろんな党が言ってますが、主には日本維新の会が、謳っている政策で、所得制限なく、性別も年齢も当然関係なく、全国民に対して一定額を定期的に継続して給付すると。例えば、日本維新の会が描いているこのベーシックインカムのイメージとしては、国民1人当たり毎月6万円とか10万円とかを給付するといったような給付金です。そうすると、月10万円とすると年間120万円なんで、年間150兆円を超えるような予算になるんですけれども、ただこれは老齢基礎年金といって、我々が今でも多分払っているですね、国民年金が例えば65歳になると、そこからですね、逆に給付をされるというふうな形になってくるんですけれども、その老齢基礎年金と合わせて、このベーシックインカムという形で、10万円を毎月給付していくということを想定しているので、ただこの年間150兆円をプラスで国民に還元というわけではないんですが、いずれにしても国民1人当たり毎月6万円とか10万円とかを給付すると。年間120万にも上る給付金をやるというふうに、政策の柱にしています。それがベーシックインカムです。で、なぜそれが実現のシナリオに近づいてきているというふうに言われているかというと、実はこの今回裏金問題、自民党の裏金問題に対応した政治資金規正法の改正案について、自民党であるとか公明党、つまり与党の案に日本維新の会も合意をしたと。で、これはもうあからさまに与党に寄ってきた形になるんですけども、その背景には日本維新の会の支持率が下がっていたということがあります。それはなぜかというと、大阪万博の建設費がめちゃくちゃ増えているという問題だったり、所属している議員の不祥事というものがありますと。で、この大阪万博の建設費っていうのは、この何も大阪だけが払ってるわけじゃなくて、大阪であるとか、あるいは企業の団体であるとか、あるいは国、いわゆる我々の税金からも払われているということで、その建設費がめちゃくちゃ増えているにもかかわらず、大阪市、あるいは大阪府っていうところは中止を言わないと。それは当然ですよね。維新の議員とかがそこには根付いていますので、維新としてはその大阪万博は中止しませんと。建設費増えるだけ増えても中止はしませんということで言っていると。そうなると国民の支持率はやはり低くなるということですね。負担をするのは国民も同じと。ただ、その大阪万博は中止すると言っていないと。建設費は増えているということですね。そのような形で支持率が下がり、次回の衆議院選挙でも議席を大きく伸ばさない、伸び悩むんじゃないかというふうに言われています。そこで存在感を示すために、
議席が増えないということであれば、じゃあ与党に寄り添って、なんなら自民党公明党が少し議席を減らして過半数割ってしまう可能性もあると言われていますので、そこに入って与党入りをして、このベーシックインカム、この日本維新の会の政策の柱にしているベーシックインカムが実現するんじゃないかと言われてきたということですね。で、これは今月の頭に日本維新の会の本部に電話して聞いたところですね、仮にもし与党入りした場合でもきっちりとこのベーシックインカム実現に向けて協議していきますということで、本部の方のお話を伺うことができましたということで、先ほどお話ししたこの非課税世帯に対する10万円給付っていうのも、今年また昨年に続いてですね、今年も非課税になった世帯に対しては給付をされると、連続して給付されるものではないんですけども、新たに非課税世帯になったというところには給付されるということがあります。それ以外のこの給付金の実現の可能性のまず一つ目としては、ベーシックインカムということで実現の可能性が出てきたということですね。で、まずこれが一つ目のシナリオです。で、それから二つ目のシナリオ、これから可能性が考えられるシナリオということでは、今度は特別定額給付金の2回目のような10万円が給付される可能性があるといったシナリオについてお話しさせていただきたいと思います。自民党大敗で過半数割れ、第3党が連立入りして実現、全国民10万円給付ということでお話しさせていただきたいと思います。次にありそうなプランとしては、この特別定額給付金、コロナ禍にあった全国民に10万円を給付しますといったような、この特別定額給付金の2回目というようなものがあるんではないかというシナリオです。で、岸田首相はこのコロナ禍のような国難な時期じゃないとやらないっていうふうに言ってるんですけれども、国民としてはもうコロナ禍よりも苦しいっていうものがありますと。物価が上がって給料は下がっている、あるいは増えていないという状況なので、なんならコロナ禍よりも苦しいと。コロナ禍っていうのは、例えば旅行業とかレストラン業とか、あるいは交通に関するようなお仕事の方は、それは苦しかったと思います。ただ我々一般的な国民の大半が勤めている一般的な企業については、コロナ禍よりも今の方がきついと。それは先ほどから言っているように物価が上がって給料上がってないからというところもあります。ただ岸田首相はやらないというふうに言っているので、国民がめちゃくちゃ不満の声を上げていると。そして超低支持率になっているということですね。ただこの1回目、特別定額給付金の1回目、10万円給付の1回目っていうのは、国民の声を受けて給付が決定したっていう背景が実はありますと。一度1世帯30万円で閣議決定したんですけれども、世論調査の声を受けて公明党が、国民がそう言ってますよと自民党をつっついて、閣議決定を組み替えてまでして1人10万円で決定したと。ただ今10万円給付を政策にしている党っていうのは国民民主党とか、あるいはれいわ新選組ですね。れいわ新選組に至っては春夏秋冬、四半期ごとに10万円、つまり年間40万円給付します。その財源もありますというふうに言ってます。ただし、この野党にとどまるということがあるので、大逆転して給付されるシナリオっていうことはないかなっていうふうに思うんですけれども、今国民の声としては繰り返しですけれども、コロナ禍より苦しいっていうものがあります。で、めちゃくちゃ低い支持率になってますけど、岸田首相はそれを無視してますと。ただその無視し続けることはできないっていうシナリオになります。それは何かっていうと、岸田首相は、首相でいるためには解散が必要だからですと。それは今年の9月に自民党総裁選があるからに他なりませんと。で、このまま自民党総裁選に行ってしまったんでは負けそうっていうところがありますと。さらにその1年後のこの衆議院の選挙っていうのが、任期としてあるので、その衆議院の任期、1年後に衆議院の選挙必ずそこまでにあるのに、自民党総裁をこのめちゃくちゃ低い支持率の岸田首相のままいさせるっていうことは自民党の議員としては考えないと。なのでこのまま9月の自民党総裁選に行ったんでは変えられてしまうというところがあります。なので岸田首相としてはそこに行くまでに解散をして、選挙をやって、そして議席を減らすかもしれないけれども、なんとか過半数を確保して、自民党は国民の信を得ましたよということで、自民党総裁に再選させてもらうしか方法はありませんと。そのためにこのめちゃくちゃ低い支持率、この国民の声というものを無視できないというふうなことですね。で、このタイミングとしては、やはりこの6月まで通常国会があるので、そこまでに解散をしていくということがあるんではないかなというふうに言われています。減税スタートしました。
そして政治資金規正法の改正もこの6月までのこの通常国会の中でやるというふうに明言しています。で、さらに自民党にとっても、たとえ岸田首相を変えたとしても、その1年後までには衆議院の任期っていうのが来ますんで、他にタイミングがないんですよね。で、何か自民党の支持率が上がるっていう理由も考えられないですし、どんどん遅くなっていくと野党の準備も進むっていうことで、できたらその6月で解散していくっていうのが、岸田首相が首相でいるためにもそうですし、その自民党にとってももしかしたらベストのタイミングじゃないかなっていうことも言えますと。岸田内閣の最新の支持率としては、昨日発表になった最新の支持率、NHK は過去最低の 21% になっているということですね。NHK っていうのは割と内閣の支持率、割と高めに出る。どの世論調査の会社でも割と高めに出がちな、そういった世論調査を出してきます。ただ、その NHK が過去最低を更新して 21% になったということですね。昨日の最新の情報です。ただ、岸田首相は諦めてないと。で、なんで諦めてないかっていうと、この特別定額給付金の1回目10万円給付するこの5月、2020年の5月、安倍首相だったんですけれども、安倍首相もやはり厳しかった。コロナ禍でなかなか政権運営難しかった。この2020年の5月の前の月、4月の支持率は今の岸田首相と同じぐらいの 23% でしたと。それがこの特別定額給付金10万円を給付した翌月5月の世論調査では 38% と約2倍に倍増しているということです。岸田首相はとにかくこれを狙っています。先ほど言ったように、非課税世帯に対する例えば10万円給付もそうですし、課税世帯とか、それ以外のところに対するこの減税4万円というものもこの6月にスタートしています。いわゆる国民に対する給付を行って、この倍増といかないまでもなんとか支持率を上げて解散をしたいというふうに思ってますと。で、自民党大敗過半数割るということで何のことか。それでも岸田首相は諦めずに解散をしたとしても、やはり国民は怒ってますと。自民党が大敗して過半数割れしてしまうんではないかということですね。そこに第3党目として国民民主党が入っていくんではないかというシナリオです。国民民主党は、この自民党公明党と例えば、政策について話し合ったりとか、あるいは与党入りということも一時期は協議されましたので、国民民主党はもしかしたらこの選挙後ですね、一緒になって与党に入っていくという可能性もあり得ますと。その場合、国民民主党の玉木代表が押されて首相になるというシナリオも考えられますと。そうなった場合に国民民主党の政策、ピンときた人もいると思います。10万円給付を政策にしている政党です。10万円給付と消費税減税を政策の柱にしていますと。実際に去年の11月に参議院に消費税減税法案というものも提出しているのが民主党です。消費税減税もこの10万円給付に加えて、結構望まれていますと。この給付金の動画出させていただくとコメントでたくさん消費税減税もやってくれという声が上がります。それは毎回物を買うということについて 10% 負担があるので、その負担が大きいという声だったり、それがなくなれば経済的影響が持続しますという声だったり、消費が刺激されて景気が上向くというような声もありますと。国民民主党の本部にこのシナリオで自民党が負けて玉木首相になるというシナリオもあると思いますと。その場合、この政策の実現、10万円給付、消費税減税、ちゃんとやっていきますかっていうことで聞いてみました。選挙に向けてブラッシュアップしていく可能性もあるけれども、この柱の政策っていうのはブレる可能性は低いと思いますということで、なるほどと。じゃあ国民民主党もし与党入りすれば、ちゃんとこの10万円給付、あるいは消費税減税実現に動くのねということが分かりました。ただ、すべては衆議院選挙で勝たなければなりませんと。すべては衆議院選挙にかかっていると。ただ、なかなか勝ちづらい小選挙区制度の闇というものがあります。自民党はここまで小選挙区でめちゃくちゃ勝っていて、全国津々浦々のその地元で現職の衆議院議員というものがいます。まず一つ目。結局地元押しに入れてしまうというような闇があります。例えば、この地元の議員が、やっぱり地元が思い入れのある議員あると思うんですけれども、その議員が自民党だったり、あるいは裏金やってたりとかした場合でも、自民党の慣習でやってたんで、その地元の議員は悪くないのになっていうふうに思って、またその地元の議員を投票させてしまうというふうな闇ですね。そういった結局地元推しに票を入れてしまうというふうなこともあったりとかします。それから与党アドバンテージっていうのもあったりします。それは
自民党が政権ひっくり返されてしまうっていうところまでないとするならば、ぜひ、地元の小選挙区の当選する議員っていうのは与党の議員であってほしいというふうに思うことです。これは地元の議員がやっぱり与党の議員だった方が地元にとっていい政策をしてもらえるんじゃないかっていうふうに思いがちだったり、あるいは実際そうだったりするということですね。あるいは全国的に推している自分が推している政党の候補が全国的に擁立されてない、立候補してないということになると、例えばこの党に票を入れたいなというふうに思っても、自民党のようにとにかく全国に現職がいて、選挙があってもすぐに立候補できるというところと違って、入れたい候補が自分の選挙区にいないというところがあったりするので、なかなか小選挙区っていうのは全国的に現職でたくさん勝っている政党が勝ちやすいということがあったりします。ただこれについては今自民党がどんどん選挙のタイミングっていうのを遅れているので、その伸びれば伸びるほど他の政党にとっては準備が進むと、野党にとっては準備が進んでいるというところがあったりとかします。あるいは野党共闘っていうのはなかなか議席を大きく伸ばしにくいってこともあったりします。自民党でないと思うんであれば、野党が協議して決めたこの政党、この候補に目をつぶって入れてくださいっていうことですけれども、なかなかこれは政策とか、あるいはその人の言っていることについて納得して投票するというのが小選挙区なんで、それでは共感を得にくいと、全国的に議席を伸ばしにくいっていうことはありますよっていうところがあったりとかします。なので、せめて比例で必ずどこかの政党に入れると。自分のこの自分の住んでいる地域の小選挙区の候補に入れますと。で、ただその小選挙区とその候補のその政党ではないなっていうふうに思っても、自民党以外の政党に必ず入れるということですね。白票にしないということですね。白票にしないことで自民党以外の候補の当選する確率が増えていくということになります。衆議院の結果の予想を出してみました。こういった地元推し、やっぱり自民党だっても裏金やってても各地域の思い入れのある候補がいるので、またその当選させてしまうんじゃないかっていうふうな、再選させてしまうっていうこともあるんですけれども、裏金議員っていうのはたくさん負けてくると。5割負けて、それ以外の候補についても自民党2割ぐらいは負けるんじゃないかということで予想しました。その結果、83議席減ということで、公明党と合わせて209議席ということで、過半数233を割り込むという予想を立てました。これ週刊文春と全く同じような予想になったんですけれども、公明党は、こういった今回の選挙はおそらく自民党から野党に大きく議席が動くと思います。票も割れると思います。そうなった時こそ支持母体がしっかりある公明党は意外と強いんじゃないかなっていうふうに思ってます。裏金今回公明党は一切関係ないですし、なので意外と公明党はそのまま議席を残してくるんじゃないかなっていうふうに私は予想してます。週刊文春とかだと公明党も議席減らすっていうふうに予想してるんですけど、私は意外と強くてそのまま残ってくるんじゃないかなっていうふうに予想してます。さあ、この209議席にこの国民民主党が合わさってですね、過半数を確保というふうなことが考えられるんですが、国民民主党大体どれぐらい立候補しますかっていうことで聞いてみたところ、前回は21名立候補して11名当選したと。結構高い当選率なんですけれども、今回は40名を大きく超えるぐらい立候補させたいと思ってますということで、もしかしたらこの倍増、あるいは現職7名もいます。さらに国民民主党、最近少し支持率も上がってきているので、30名を大きく超えるような当選者が出る可能性もあるんじゃないかなというふうに言われています。そうなるとこの209議席と合わせて、過半数以上ということになって、いよいよこの10万円給付、あるいは消費税減税を実現していくというふうな可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、これが先ほどのベーシックインカムに続いて、全国民10万円給付といったような B プランですね。で、さらには自民党にどこか第3党が入って、給付金あるいは減税などいろんな政策を実現していくというシナリオ以外のものについてもお話します。それは何かっていうと、もう自民党が大敗してもう政権交代させられてしまうと。で、政権交代させられてしまってこの野党の大連立政権になるというシナリオですね。6月解散、自民党大敗、政権交代してしまうと。そして給付金の給付が早まるというお話です。で、このシナリオについては、4月11日に週刊文春が出した報道から盛んに
言われるようになりました。野党大連立になるぞというお話です。自民党が野党になる前提で考えるようになって、もう野党同士で牽制も始まっているというところですね。で、この週刊文春がこの4月11日に出したこの文春法の中で衆議院の予想を緻密に立ててますと。2021年の衆議院選、あるいは2022年の参議院選の得票数、あるいはここ最近の政党の支持率の変化、そして103の激戦区、ここちょっと勝敗分かんないぞっていう激戦区については、それぞれの小選挙区の有力候補の講演会とか現地の取材もやってると。これ以上緻密に立てることは無理なぐらい緻密に予想を立てて全選挙区予想しました。その結果自民党大敗を出しているということですね。今まで政権交代まではないと思われてたんですけども、これはあるぞっていうふうな政権交代がある前提で今動いてるっていうふうなことですね。これは4月22日に週刊現代が追撃法として、同じく緻密に立てた予想の中で同じレベルの大敗を予想しているということですね。まさに週刊文春だったり、あるいは週刊現代が自民党をぶっ壊すということで、この自民党が野党になる前提で考えられるようになったということです。で、この給付金の給付が早まると。野党になって給付金の給付が早まるってどういうことっていうことなんですけれども、この例えば全国民10万円給付とかみたいな給付金っていうのは、野党大連立政権になると調整が難しくて、なぜかというとたくさんの政党があるから調整が難しくて、実現難しくなるんじゃないかなと。自民党、公明党と例えば国民民主党が一緒になって実現する方が割とシンプルなんじゃないか、実現しやすいんじゃないかと思いがちなんですけれども、野党っていうのは国民に還元するような政策を、その政策の柱にしている政党が多いです。っていうかほとんどなので、野党の方が実現する可能性が高いんじゃないかなというふうに思ってます。国民民主党は先ほどから言っているように10万円給付。れいわ新選組は春夏秋冬10万円給付。つまり年間40万円給付するっていうふうに言っています。維新は最初に言ったようにベーシックインカム6万円から10万円を毎月給付するって言ってます。立憲民主党も1世帯当たり3万円を給付するっていうふうな給付金について、政策の柱にしているということがあるので、野党の大連立になった方が国民に還元しようということでまとまって、この全国民10万円給付のような給付金というものの給付が早まる可能性もあるんじゃないかというふうに思ってます。もし6月解散しないと起こること、自民党がじゃあ負けんのねと、大敗するんだったらもう解散しないやっていうふうにすると、さらに自民党の支持率が下がる可能性もあるんじゃないかと思ってます。で、選挙をずっとできずにいると野党の準備が進むと。野党の準備、一番は何か、全国的に立候補者を立てるということですね。野党の準備がどんどん進み、そして立候補者が擁立され、自民党の代わりの受け皿というものの準備が進みますので、さらに自民党が負ける可能性が高まると。そうなると自民党の議員っていうのは自民党にいたんでは落選してしまう可能性もあるので、だったらやめたということで無所属に切り替えたり、あるいは他の政党に移るということで、どんどんその流れが強まっていって、自民党の離党ドミノまで起きるんじゃないかなというふうに思ってます。これが自民党が大敗して政権交代になって野党大連立になって給付金を実現していくと、その方が給付が早まるんじゃないかというふうなシナリオでした。で、給付金に関する情報っていうのは新しいものが出ましたらすぐにまた動画でお話しさせていただきます。で、給付金に関する新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録していただければと思います。チャンネル登録していただければ新しい情報が出た時にすぐにご覧になっていただけるようになります。それからこの給付金に関するこの動画っていうのは本当にたくさんの方に再生していただいてます。なのでおそらく政治家の方も本当にたくさんご覧になっていると思います。で、我々のこの10万円給付だったりベーシックインカムだったり消費税減税だったりそういったことに対する我々の意見をぜひ届けたいというふうに思ってます。なのでコメントにもう賛成反対の一言だけでも構いませんので、ぜひご意見入れていただければと思います。政治家の方、繰り返しですけど、必ずたくさんの政治家の方がご覧になっていると思いますので、我々の声を少しでも届けたいというふうに思ってます。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。